ローブランシュの塩水哲平です。今日はトマトのジュレとアボカドムースの冷たい前菜を作ります。トマトのジュレとアボカドのムース、こちらのきゅうり、5ミリ角に切ります。きゅうりはですね、真ん中の方が、水っぽくてあまり味がないので周りだけ使います。小さなさいの目状に切ります。飾りで使う、花干しそですね。しそのお花になります。こちらを、枝から外します。一つ一つ綺麗に咲いているので、丁寧に取るとより最後の仕上がりが美しくなります。でこちら花も葉っぱも食べられるのですごく香りがあってアクセントになります。トマトのヘタを取っていきます。トマトを3センチ角に切ります。ミキサーで回りやすい大きさでやれば、大丈夫です。カットしたトマト、こちらをミキサーで回します。軽く塩。このお塩は味を決めるというより、脱水効果を狙っているので軽めのお塩で大丈夫です。ミキサーで回します。お店ではロボクックを使っているんですけれども、ご家庭であれば普通のミキサーでも大丈夫です。この後の工程で、正しでこしていくんですが、ボウルに、少し15分ほどと、トマトが離水してですね、正しに通りやすくなります。ざるにですね、さらしを2枚かましたところに先ほどの15分置いたトマト、こちらを入れます。さらしてくるんだ後に少し重しをしてこのまま冷蔵庫で1時間ほど置くと中の液体が出ます。1時間経ったものがこちらになります。中のトマトはもうほとんど液体はないので、しっかりですね、時間を置いて、こすと透明なトマトの液体が出ます。はい、先ほどのトマトのこちらの液体に蜂蜜を加えていきます。蜂蜜をトマトを混ぜたものをこの後沸かして、トマトから出るアクを取ります。この後中火で沸かしていきます。砂糖だとわざとらしい甘さになるんですけれど、蜂蜜のナチュラルな甘さが、トマトの酸味と合わさった時にすごくバランスの良い、味になります。そうしてきて、表面にアクが浮いてきたらアクを取り除きます。先ほどの液体ですね、250g 取り分けて、そこにゼラチン加えます。水で戻したゼラチンを加えます。しっかりゼラチンが溶けたらリードペーパーでこします。この後はこの液体を冷やします。2時間ほど置いて、状態を見たらゼリーになってます。氷ボウルで、粗熱が取れるまで冷やします。
アボカドのムースを作ります。アボカドまず、半分種まで切れ目を入れてこのように回すと取れます。で、アボカドの種ちょっと包丁を刺してもらってひねると取れます。で、アボカド皮をむいたものを1センチ角に1センチのスライスにします。アボカドを焼いていきます。火加減は、中火で大丈夫です。少し油を引いて、ここにアボカドを入れていきます。アボカドはですね、大変色が変わりやすい、食材なんですけど、火を入れることによって色が変わりにくくなります。そしてそこにですね、焼き色がつくことによって、そのまま回すだけではなくて香ばしい、味が残って奥行きが出ます。しっかりアボカドに焼き色がついたら、生クリームと牛乳を加えていきます。軽く煮立たせたら、この後アボカドを回していきます。ミキサーにアボカドを入れていきます。生クリームと牛乳を沸かして、一度熱くすることで、アボカドを回すとき回しやすくなります。バジルを加えて回します。アボカドのムース、こちらを手早くボウルで冷やしてください。で、味を見て、最後に塩と胡椒で味を整えます。最後ですね、盛り付け入ります。アボカドムース、トマトのゼリー、きゅうりと、枝豆としその花です。アボカドムースをきゅうりと枝豆は、オリーブオイルと塩で軽く味をつけます。中の具材はその時その時に変えていただいても美味しいと思います。少し崩しながらかけると均一にかかります。仕上がりにしその花、オリーブオイルを全体に軽く回しかけて完成です。トマトのジュレとアボカドのムースの完成です。トマトジュレとアボカドのムース、冷たい前菜いきます。見た目が緑とジューシーです。アボカドムースとバジルの香りが広がって、そこにトマトのゼリーの酸味、枝豆、きゅうりの食感、あと最後種抜けるし
その花の香りはとてもいい。華やかな